こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。皆さん、お元気ですか？うん。皆さんは日本に旅行に来たとき、ネカフェに行ったことがありますか？うん。ネカフェはインターネットカフェの短い言い方です。名前を聞くと、インターネットを使うだけの場所だと思うかもしれません。でも、日本のネカフェはそれだけじゃないんです。漫画が読み放題だったり、フリードリンクがあったり、シャワーを浴びたり、ホテルの代わりに泊まることもできるユニークな場所です。そこで今回は日本のネカフェ文化をお話しします。ネカフェでできることや、利用方法、設備、料金、あとホテルの違いまで詳しくご紹介します。JLPT N3、N2 レベルの日本語を使います。日本の旅行や生活でとても役に立つ情報なので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、それでは行ってみましょう。では、まず最初は、ネカフェはどんな場所なのかについてお話しします。ネカフェはお金を払って自分の好きな時間を過ごすことができる個室空間を提供するお店です。日本では主に3つの、呼び方があります。1つ目はネカフェ、2つ目はネットカフェ、3つ目は漫画喫茶です。実はネットカフェと漫画喫茶はほとんど同じ意味で使われています。どちらのお店に行ってもパソコンを使ったり、漫画を読むことができます。日本のネカフェの大きな特徴は24時間365日いつでもお店が開いていることです。朝早くからもう夜遅くまでもういつでも自由に、ね、お店に入ることができます。なので少し休みたい時に利用する人がたくさんいます。私は、漫画や雑誌をまとめて読みたい時に行きます。昔の漫画からもう最新の漫画まで読むことができる最高の場所です。はい。次はネカフェの設備やサービスを紹介します。日本のネカフェには本当にいろいろなものがあります。まずネカフェに入ると一人一人に小さい部屋が用意されています。これを個室やブースと呼びます。部屋の種類にはいくつかタイプがあります。代表的な部屋のタイプを3つ紹介します。1つ目はリクライニングチェア席です。ここは大きな椅子がある部屋です。なのでパソコンで作業をしたり映画を見たりするのにね、すごく便利な席です。はい。2つ目はフラット席、マット席です。床にマットが引いてある部屋です。靴を脱いで足を伸ばすことができるので横になって寝ることができます。旅行者にはこのフラット席が人気です。そして3つ目は鍵付きの完全個室の部屋です。しっかりと鍵がかかる部屋なのでプライバシーを守ることができます。夜ホテル代わりに泊まる時にもすごく安心ですね。私はいつもこのタイプを利用しています。オンライン会議をしても周りに聞こえないので安心です。ちなみにお店によっては
女性専用エリアなどもあります。そしてネカフェの利用料金にはドリンク代が含まれています。お店の中に大きなドリンクサーバーがあって、ジュースやお茶、コーヒー、紅茶、スープなど何杯でも無料で飲むことができます。お店によってはソフトクリームが食べ放題になっているところもあります。あとお店の中には大きな本棚があって、たくさんの漫画や雑誌、新聞が置いてあります。自分の好きな漫画を部屋に持って行って自由に読むことができます。日本の漫画が好きな人にはもう天国のような場所です。部屋のタイプによっては、パソコンが部屋にあるので YouTube を見たり、アニメや映画を楽しむこともできます。また多くのネカフェにはシャワールームがあります。だいたい30分で、300円から700円くらい、かかります。シャンプーやボディーソープ、ドライヤーも用意されています。あとバスタオルを無料で貸してくれるお店もあります。あとコインランドリーが置いてあるお店もあるので、服を洗濯することもできます。すごく便利な場所ですよね。はい。では次はネカフェの利用方法と料金のルールについてお話しします。初めて行くときは、少しドキドキするかもしれませんが、利用方法はとても簡単です。はい。お店に入ったらまず受付に行きます。初めて利用するときは会員登録が必要な場合が多いです。その時はパスポートや、在留カードなどの身分証明書を見せてくださいね。はい。次に部屋のタイプと時間を選びます。部屋の番号が書かれたチケットをもらって自分の部屋に行きます。部屋では静かに過ごすのが、マナーです。音楽を聴いたり動画を見たりするときは必ずイヤホンを使います。そして、帰るときは受付でもらったチケットを持ってレジでお金を払います。すごく簡単ですよね。はい。で次にちょっとネカフェの料金について少し話します。ネカフェは時間制です。だいたい1時間400円から600円くらいします。なんですけど、もし長くネカフェにいたい人はパック料金を使うとお得になります。例えば3時間パックは、約1000円から1500円くらいします。夜8時から次の日の朝までのナイトパックは夜ネカフェで泊まるための安いプランです。これは、1500円から2500円くらいかかります。普通のホテルに比べると安く泊まることができますね。お店によってもう本当にいろいろなプランがあるので、自分の気分に合わせて、選ぶことができます。私は、漫画とか雑誌を読みにネカフェをよく利用するので、いつも3時間パックを利用することが多いです。はい。では次は有名なネカフェのチェーン店と利用する時のマナーについて話します。日本全国によくある有名なお店を2つ覚えておくと便利です。まず1つ目は快活クラブというお店です。
日本で一番店舗数が多くて有名なお店です。店内がとても綺麗で、明るくてセキュリティもしっかりしているので、外国人旅行者や女性一人でも安心して入れます。あとお店によっては鍵付きの個室もあります。はい、そして2つ目は自由空間というお店です。こちらも、日本全国にあるネカフェです。卓球やダーツ、カラオケができる店舗もあります。私はよく地元にあるネカフェや快活クラブを利用することが多いです。そしてネカフェを利用する時のマナーについて、お話しします。ネカフェで快適に過ごすために3つのルールを守りましょう。まず1つ目は大きな声で話さないことです。ネカフェの個室の壁は薄いので、大声でおしゃべりをしたり電話をすると周りの人に迷惑がかかります。電話をしたいときは電話専用スペースへ移動して話すことができます。そして2つ目はイヤホンを使うことです。パソコンを使って映画を見たりゲームをするときは部屋に用意されているヘッドホンやイヤホンを使いましょう。そして最後3つ目は食べ物の持ち込みルールを確認することです。お店によっては外から食べ物や飲み物を持ち込んで OK なお店とNG のお店があります。今まで私はネットカフェをもう何回も利用したことがありますけど、食べ物の持ち込みが OK のお店の方が多かったです。はい、皆さんいかがでしたか？今回は日本のネカフェ文化についていろいろご紹介しました。終電に乗れなかった時や旅行で安く泊まりたい時、静かに日本語を勉強したい時など、ネカフェはとても便利な場所です。皆さんの国には日本のネカフェのような場所がありますか？また日本のネカフェに行ったことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。日本語を間違えても大丈夫です。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。この動画が面白かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。